はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回はちょっと番外編となります。なんとレーザー加工機買ってしまいました。とにかく開けて中身確認して、まずは動作不良などないかのテストやっていきます。これが使えるといいですけど、いろんなことできるといいんですけどね。でも昔に比べて随分と安くはなりましたよね。こういうのっていつの買い時か分かりにくいんですよね。いつ買っても次にすぐ新型が出ちゃうし、仕方がないんですけどね。欲しいなと思った時が買い時なんでしょう。基本的に説明書は英語ですね。紙は英語の紙とステッカーですね。取説、はい、英語と中国語ですね、バッチリ。で、付属品、足とかケーブルとかで、本体はもうほぼ組み上がっていうか完全に組み上がった状態のものなので、特にやることはないですね。あえて言うならね、このレーザーのモジュールを取り付けるぐらいですね。で、メガネとケーブルと AC アダプター、こっちが本体の AC アダプター、AC アダプターのケーブルでもって、エアポンプ用、エアポンプですね。で、細々したパーツ、USB とかいろいろですね。ちょっとこの部屋だと PC の環境がないので、あるにあるんですけど、XP しかないので、メイン PC のある部屋でやっていきます。じゃあそちらに移動しますね。部屋移動したので、ここで動作テストを進めていきます。まずは中身を出して組み立てていきます。今のところそんなに分厚いものをやるわけではないので、一番短い足だけつけておきます。レーザーユニットはこんな感じですね。みんな似たようなもんですよね。そんなに大きな差はないように感じます。この商品はもうほぼ組み立ての終わってる商品なので、やることと言っても足つけてレーザーユニットセットして、あとはエアポンプセットすればほぼ終わりですね。組み立て自体はとても簡単です。何も考えずにできるっていうレベルですね。ここにコネクターがあるから挿してと。で、線をまとめとくと。最後にエアチューブを固定して整えたら、これでおしまいです。こんな感じで、よし。とりあえず電源を入れてホームボタンを押して、ホームに戻ってくる、原点に戻ってくるのを確認しました。ここまでは何も問題なく進みましたね。それでは早速テスト加工を進めていきます。何度やってもファイルがないというエラーが出てしまいますね。これの解決が非常に難しかったです。加工データはもともと付属していたものをとりあえず使っていますし、一度 SD カードはフォーマットしてルートディレクトリに入れてあるんですが、どうしても認識しませんでした。最終的に家中の SD カードを全部試してみました。結果としてうまくいくようにはなったんですが、原因は
フォーマット形式でしたね。エラーが出た SD カードは動画撮影に使う予備用の SD カードの 64GB、フォーマット形式が EXFAT のものになります。どうやらこの機械 EXFAT のフォーマット形式は認識してくれないみたいですね。1枚だけ持ってた 8GB の FAT32 のフォーマット形式の SD カードだとうまくいきました。これについては説明書に一切の記載がなかったので正直苦労しました。何はともあれ認識するようになったので 1,2 目をして、まずはテスト切削、やりたかったガスケットのカッティングをやってみます。よいしょ。これでガスケットと、はい、こんな感じで、一見切れてなさそうですが、わずかにつながってる程度なんで簡単に取れますね。裏から見るとギリギリ切れてるか切れてないかって感じですね。カット用の台座がないとちょっと辛いかもしれないです。結構簡単に抜けるんで、はい、これでガスケット完成ですね。悪くはないと思います。寸法は問題ないんですね。これで多分結構これでいいんじゃないかと思います。一応テスト用にデフォルトのやつがあったんで入れては削ってみました。自分は多分彫刻あんまり使わないと思うので用はないんですけど、カッティングが多いとは思いますね。なのでカッティング用にどんどん今後パラメータに詰めていけばいけるんじゃないかと思います。それでは動作テストが終わったので、プライスや旋盤のある部屋に置く場所を確保していきます。そうは言ってもかなり部屋が狭いので、なかなか大変ですね、これは。はい、これで、つきましたね。こっちはよし。じゃあこれに合わせてフレームを組んでいきますね。次は本体を乗せるためのフレームとなる部分をカットしていきます。今回ちょっと特殊な形状にするので部品点数多くなりますね。
れで素材のカット一通り終わりました。次は可動部分のヒンジの部分を部品として作っていきますね。これも結構数があるので単純な形状ですがめんどくさいです。はい、合計16個とできました。じゃあ各パイプ側に穴を開けて溶接する準備していきます。次はヒンジのシャフトの部分を作っていきます。これもまあ普通に旋盤で作ればいいのでそんなに難しくはないですね。これで必要数は全部揃いました。こっちは間違えてませんよ。ここからは先ほど作った部品を入れ込むための穴を開けていきます。穴開けていくだけなのでまあサクッと終わらせてしまいますね。正直エンジンとかと違って精度要求厳しくないので結構お気楽に楽しめてます。ここまで作ってきた部品を溶接していきます。とりあえずはパーツ溶接すべきものはしました。じゃああと仕上げてきます。はい、全部仕上げ終わりました。あとは上段と下段と上段をボックス型に組んでいけば OK ですね。残りのフレームもどんどん溶接していきます。
なんとかここまで溶接はできましたが、そろそろガスの残量が危険域になってきました。もうほとんど残ってないです。かなり今焦ってますね。とりあえずガスがなくなる前に全ての溶接終わらせました。あとはレール部分をくっつけて組み立てていくだけです。よいしょ。セットと。よし、あとは天板を乗せれば OK と。いい感じいい感じ。まだ位置高いには高いですけど、よし、ここにレーザー加工機を置けますね。これで引き出すのはよいしょよいしょ。これが作業のエリアですね。こうやって作業ができます。よし、これで OK。 あとは加工機本体を設置します。ではテスト切削っていうかテストの加工を進めていきます。SD カードを挿してデータの入ったで電源入れますね。それでポンプがボーっとなってちょっとうるさいのでポンプを止めますね。でこのフレームっていうのを押すと加工範囲を移動します。こうやってぐるぐる移動してくれるんで、今うっすらレーザー出てるんで、これに合わせてこう位置を移動させてちょうどいい位置に持ってきます。この時にこれで移動することもできます。が正直この台紙を移動した方が楽ちんです。なので自分は台紙側を移動させちゃいますね。あとはスタートを押せば OK です。この加工でだいたい2分なのでとりあえず2分待ちます。
コルクの板に、バージョン1の頃のエンジンの画像を焼き付けてみました。うまくいきますね。ちなみに裏で1回練習してますけど、まあいいと思いますね。面白いですね。データのパラメータの設定がちょっと戸惑いますが、そこさえクリアすれば意外と扱いは簡単ですね。ただレーザー光が出るので、レーザー光が出るので、まあ直視しないように気をつける必要はありますね。一応メガネが付属してるんで、メガネして見ていた方が、見てないとダメですね。結構いい感じですね。切り抜くことを想定してたんですが、ギリ抜けてませんね。あとちょっとって感じです。3発だったけど4発にすれば抜けんのかな。それともコルクとの相性が悪いか、どっちでしょうね。まだこの辺は結構いろいろ詰めなきゃなんないですね。はい、今回導入したレーザー加工機ですが、まあ面白い機械だとは思います。とりあえず感想を言うと、まあ 20W、22W という出力のものを買ったんですが、自分の作業としては十分ではないか。なんていうか、出力に余裕があればあった方がいいので、もっと出力の大きいものの方がいいとは思うんですが、この辺は予算との都合兼ね合いだと思います。予算があればもっといい機種を買うのもありなんではないでしょうかね。まあ自分の予算ではここが限界ということで。この機種を選んだ理由としては、エアアシストが純正でついてくること。まあそれはありがたかったですね。それがついてる中で最も価格帯が安いということでこれを購入したんですが、正直ここ、不満がありますね。液晶パネルがついて複数のファイル読み込めるようにしてほしかったですね。結局、現状では SD カード1枚に1ファイルという状況になってしまうので、その辺はちょっと使いにくいですね。できればこの SD カードの中に複数ファイルを入れて、他の 3D プリンターなどのように、それを選択できるという形にしてもらえれば非常に良かったですね。他の機種ではそういうものもあったんですが、値段の都合でしょうね、ここは。そこら辺はちょっと不満ですね。それ以外の動作に関しては、まあ、SD カードのフォーマット形式はできれば取説に書いといていただけるとありがたいですね。正直そこでかなり迷って時間食っちゃったんで。まあ悪いとこばかり言ってもしょうがないんですが、いいとこはとにかく初期のセッティングがやたら楽です。もう全部フレーム筐体が組んであるので、レーザーユニットとエアアシストをつけるだけでもう基本的には OK です。それだけで終わってしまうのが非常に楽でいいですね。まあ正直今回案件でも何でもないので、別に買ってくださいとは言いません。これ以外にもご自身に合った機種っていうのは必ずあると思います。もし検討してる場合には、一つの参考になればと思って動画上げてるだけなので、別にこれを CM するつもりはありません。自分も予算があればこれではなくもっと上位の機種買ってたと思うんで、まあそんな感じで今回の動画締めさせていただきます。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。